日本の風呂といえば、肩まで浸かることができる浴槽をイメージしますが、海外ではちょっと違うようです。アメリカのアニメ専門チャンネル、カートゥーンネットワークの絵コンテアーティスト、チェルシー・マッカラーニーさん。バスタブについての持論をツイートして、その記事が話題になっています。マジな話、アメリカ人がバスタブと呼んでいるあれを未だに我慢し続けていることが信じられない。本当にクソみたいな浅い棺桶だ。日本では安っぽいワンルームマンションでさえ大人が首まで浸かることができるバスタブがついている。私たちってバカなの？この国が嫌いになるわ。アメリカの人々が自国形式のバスタブでどうやってくつろぐことができるのか、私には全くわからない。浴槽の深さが足りないから、水面から肩が出るし、背中を預けても頭の浮きどころがない。浴槽の底が硬くて、お尻がいつも痛いし、滑って尾てい骨を痛めないように気をつけながら、肩肘を張って身を沈めなければダメ。まともにお風呂に浸かろうと思ったら、バスピローが20個ぐらい必要になりそうな予感。あの硬い石でできた棺桶の中なら、寝そべるよりも座るという姿勢の方が自然だがくつろげない。しかも、お湯が腰のあたりまでしかなくて、膝の頭が水面から顔を出してしまう。これでは、水たまりに座っているようなものだ。日本のお風呂は、これらの問題をすべて解決している。それにもかかわらず、私たちは日本のお風呂を受け入れようとしない。座ってシャワーを浴びているシャワーシッターのみんな。君たちが本当に必要としているもの、欲しているものは、首まで浸かることができる浴槽だ。だが、君たちは、その存在をまだ知らない。多くの人が、この座ってシャワーを自然と捉え、夢中になっている。しかし、私にとって、このコンセプトは、微妙で不自然に思えるのだ。また、アメリカの一般的なバスタブは、お湯が溢れないように、バスタブの側面に排水管がついていて、一定の高さまでしかお湯を溜めることができない。そのため、バスグッズ専門店などでは、浴槽の水位を上げるための専用グッズが販売されているほどだ。チェルシーさんのツイートには共感した人々から多くのコメントが寄せられました。やっとこれを言ってくれる人が現れた。ありがとう。私が浴槽に浸からない理由はまさにこれです。私もいつもこれについて考えています。もっと深い浴槽が欲しい。私は何年も何年もこれを言ってきた。アメリカ式のバスタブではリラックスできないよ。アメリカの風呂をこんな風にしたのは誰なのかを突き止めて責任を取らせたいくらいだ。アメリカでまともなバスタブを手に入れたければ輸入品を買うしかない。しかし、それらはバカみたいに高額なんだ。大人の男が入れるバスタブが欲しい。背が高いと、本当に水たまりに浸かっているような感覚になるよな。あなたの言う通り、この問題は、もっと大きな声で叫ぶべきだ。イエス。日本で一番恋しいのは、正直言ってバスタブです。完全に浸かることができる。こっちのバスタブよりずっといいよ。うちのバスタブは、バスタブと呼ぶには小さすぎる。大きな湯船に浸かりたいな。私は、身長153センチメートルくらいだけど、家にある新しいバスタブは、お湯を溜めても、太ももすら完全に沈めることができない。1970年代の古いバスタブが恋しい。今まで使ったアメリカのバスタブの中で一番良かったのは猫足のバスタブ。まっすぐに座って足を伸ばすと
足の裏がバスタブの壁につくくらいの大きさだった。でも、胸の下あたりまでしか浸かることができないので、湯船の中で悪戦苦闘しながら、まず、下半身、次に上半身と入浴した。腰のあたりを中心に回転、スライドするような感じ。日本に来たことのある人なら、誰もがアメリカのバスタブに怒りを覚える。しかし、周りの町の人たちは、私たちを怪げそうな目で見るだけ。なぜこんな不満を抱えて生きなければならないのか。私が原宿で泊まったホテルのバスルームは切手くらいの小ささだった。だが、それでも自宅のバスルームとすぐにでも交換したい。バスタブのためだけに。台東区に滞在したことがあるが、そこのバスルームは今のうちのバスルームと同じくらいの大きさだった。そして、滞在中に見たどんなものよりも、私はあのバスタブが欲しい。あれはあまりにも素敵すぎた。それまで自分では気づかなかったが、私の人生に本当に必要なものだった。そして帰国した今、私はシャワーを浴びながら泣いている。私もよく考えるよ。そして悲しくなる。私も同感です。そして、西洋式のバスタブには、例えば尾骨を痛めないようにするなど、より快適にするための手段が、なぜ発明されてこなかったのか。私には全く理解できないし、いわゆるラグジュアリーな西洋式バスルームでも、トイレと浴槽が同じ部屋にあるというのはなぜなんだ。我が家は、収納のない狭い古い家屋で、電化製品は60年代のものだが、この家のバスタブはアメリカで出会ったどのバスタブよりも深い。もう引っ越すのが怖くなってきた。浅いバスタブじゃ満足できない体になってしまった。実際にはアメリカの平均的なバスタブより2インチほど水位が高いだけだが、それでも私は戻ることができないし、その気もない。アメリカ人はリラックスするために風呂に入るのではなく、朝、仕事に行く前にリフレッシュするために風呂に入るからな。実際、最近ではバスタブ自体がない物件が一般的になってきている。私の家の近くの新築物件のバスルームはすべてシャワールームだけ。なんだか憂鬱な気分になってくるよ。あと、アメリカの給湯器は日本と違って瞬間湯沸かし式じゃない点もお忘れなく。アメリカでは棺桶をお湯で満たすことさえできない。4分の1にも満たないうちに給湯タンクが空になってしまうからね。日本ではお湯が足りなくなるなんてありえないよ。しかも日本の風呂には浴槽の水を沸かす機能まであるからな。わかる。アメリカの風呂に比べて日本の風呂はミニスパのような感じだよね。日本に行くたびにそう感じる。体を洗うエリアがあったり、シャワーは壁や天井に固定されているのではなく取り外すことができる。さらにはまっすぐ座って肩まで浸かることができる深さのある浴槽、すべてが素晴らしい。浴室の真ん中に排水口があるおかげで、どれだけ水浸しにしても、ちゃんと床の水が流れていくところがまたいいよね。もし私が家を買うことになったら、リフォームの優先順位ナンバー1は、浴室を日本式にすることだよ。家でシャワーを浴びるたびに考える。このアパートのバスタブは、本当に使い心地が悪い。というか、使い物にならない。すごくわかる。来月日本に行くんだけど、発泡入浴剤を入れた熱い風呂に入るのが待ち遠しい。お風呂だけじゃなくて、トイレも日本を見習ってほしいですね。私もそう思います。バスルームに関しては、アメリカは本当に時代遅れです。私は18年間シャワーだけの環境で育ったので、
初めてアメリカのバスタブを使った時に、それこそ天の恵みだと思ったんだが、これじゃあ、日本のバスタブなんかに入った日には、どうなってしまうのだろう。私の身長は180センチメートルで、アメリカのバスタブでは、横になることもできません。浴槽をお湯で満たしても、サイズも水も全然足りない。足を出して浸かるか、下半身だけ浸かるかしかできない。日本の風呂がどんなものか調べてみたが、オーマイガ。なぜこれがアメリカにはないんだろう。見た目も快適そうだし、空間を効率的に活用していて小スペースだ。都市部のクローゼットサイズのアパートにはうってつけだと思うんだが、一体なぜ？最後にまともに風呂に入れたのは12歳くらいかな。こっちのバスタブは小さすぎるから。基本的にシャワーだけのアメリカ人に比べて日本人は風呂文化を持っているからな。アメリカの建築業界はバスタブは子供しか使わないという認識があるからかもしれない。バスタブを浅くしておけば溺れる心配が減るからね。ちなみにバスタブを浅くすることでコストも抑えられるが、これはきっと偶然だ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。自分も深いバスタブでリラックスしたいと思った人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。